昔の人はなぜ野菜を買わなかったのか。庭先の畑が食卓を支えていた。導入、野菜が高い。ある日の夕方、スーパーから帰ってきたあきらくんは買い物袋を見ながらため息をつきました。キャベツも高いな。野菜って結構お金がかかるよね。するとあかねちゃんが不思議そうに尋ねます。ねえ、あきらくん、昔の人も野菜を買っていたと思う？あきらくんは即答します。もちろんでしょ。だって野菜は買うものじゃないの。すると虎が得意そうに尻尾を揺らしました。実は昔の人たちは今のようにスーパーで野菜を買う暮らしをしていたわけではありませんでした。今回はそんな昔の人と野菜との関わりについて見ていきましょう。第1章、庭先の畑が食卓だった。昔の農家や町の人たちは家の裏庭や畑で野菜を育てていました。大根、ネギ、キュウリ、ナス、その季節に必要な野菜を育て毎日の食卓に並べていたのです。庭先の小さな畑は今でいうスーパーのような存在でした。あきらくんは驚きます。じゃあ野菜を買わなくても暮らせたんだね。あかねちゃんは微笑みます。家族が食べる分を少しずつ育てていたんだよ。すると虎が腕組みをして得意そうに言いました。スーパーまで歩くより畑まで歩く方が近かったにゃ。第2章、旬の野菜を食べていた。昔は一年中何でも食べられる時代ではありませんでした。春には菜の花、夏にはキュウリ、秋にはさつまいも、冬には大根。その季節に採れるもの、自然に食べていたのです。遠くから運ぶ必要もなく旬の野菜を味わっていました。あきらくんは感心します。季節ごとに食べるものも変わっていたんだね。あかねちゃんは優しく言いました。旬の野菜は一番美味しくて元気なんだよ。すると虎が目を細めて満足そうに言いました。季節が変われば当然食卓も変わるにゃ。第3章、余った野菜は保存した。たくさん収穫できた時は無駄にはしませんでした。漬物、干し野菜、味噌漬け、保存食にして次の季節へつないでいたのです。食べ物を無駄にしない知恵が暮らしの中にありました。あきらくんは言います。余った野菜を捨てなかったんだね。あかねちゃんはうなずきます。次の季節まで大切に食べていたんだよ。すると虎が漬物樽の前でドヤ顔になりました。たくさん取れたら残しておくにゃ。第4章、いつから野菜を買うようになったのか。やがて時代は変わります。スーパーが増え、流通が発達し、遠くで作られた野菜も一年中手に入るようになりました。便利になった一方で、野菜を育てる人と食べる人との距離は少しずつ遠くなっていきました。あきらくんは言いました。いつでも買えるのは便利だけど、畑を見ることは少なくなったんだね。あかねちゃんは静かにうなずきます。便利にはなったけれど、野菜がどうやって育つのかを知らない人も増えたのかもしれないね。すると虎が腕組みをしながら少し考える顔になりました。
便利にはなったけど遠くになったものもあるんじゃないかや。第5章、それでも今は恵まれた時代。もちろん現代が悪いというわけではありません。忙しい人もいます。畑がない人もいます。スーパーのおかげで一年中さまざまな野菜を食べられるようになりました。それは素晴らしいことです。でもプランター一つでもネギ一本でも小さな野菜作りを楽しむことはできます。あきらくんは嬉しそうに言いました。全部自分で作らなくても少しだけ育てることはできそうだね。あかねちゃんは微笑みます。小さく始めればいいんだよ。するとトラは尻尾を立てて誇らしそうに言いました。ネギ一本からでも立派な家庭菜園だにゃ。最終章、小さな畑は今でも作れる。夕暮れ、畑を眺めながらあきらくんは静かに言いました。昔の人は野菜を買う前にまず育てていたんだね。あかねちゃんは優しく微笑みます。昔の人は特別なことをしていたわけじゃないの。家族が食べる分を少しずつ育てていただけなんだよ。だから今でもプランターでも一坪の畑でも庭の片隅でも小さく始めることができるんだ。夕日が畑を優しく照らしています。虎は畑の畝の上で大きく伸びをしました。そして尻尾をピンと立てていつものドヤ顔で言いました。小さな畑は未来への入り口だにゃ。あきらくんは笑顔になります。そうか、全部やらなくてもいいんだ。できることを少しずつ始めればいいんだね。あかねちゃんもうなずきます。昔の暮らしは昔に戻ることじゃない。未来を豊かにするヒントなんだと思う。夕暮れの風が畑を優しく吹き抜けます。昔の暮らしには未来を生きるヒントがまだたくさん残っているのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。